Hello. Hi guys. Welcome back. Nice to meet you ということで、このポッドキャストではですね、私、ミツが日々気づいたこととか思ったことを、自由に話していくポッドキャストでございます。特に深い話はここにはないんですけども、なのでゆっくりね、聞いていただければなと思いますと。今日は金曜日か。金曜日なんですけど、今ね、ニューヨークから友達が来てて、そう、うちに泊まってるんだけども、そう、昨日か、昨日2日前か、2日前から来てて、夜飲みに行ったり、ご飯を食べに行ったり、飲みに行ったりとかして、ね、その時にね、ちょっと覚えてることがあって、友達がね、あの、1週間のうち何曜日が一番好きっていう質問があったのね。で、まあ、そりゃね、金曜日さ、まあ、平日、なんだろう、こう、会社のスケジュールっていうか、平日仕事をしてて、週末休みとかいう人はね、まあ、金曜日とか言うだろうし、あの、まあ、そうじゃない人はね、その休みの前の日とか、まあ、あとは土曜日とかさ、いいのかなと思うんだけど、なんか、シンプルな質問だけど、なんか、その時結構こう、考えて、俺のフェイバリットの曜日はいつだろうみたいなのを考えたのね、その時に。俺、火曜日って言ったんだよね。でさ、まあ友達とかその俺の彼氏とかいてさ、みたいな、火曜日みたいな感じになったのね。まあ何が悪いのって話なんだけど、でも確かになんか、今日金曜日なんだけど、まあもちろん明日休み、土日週末前で、嬉しいのはもちろんそうなんだけど、なんかもうちょっと日曜日の夕方のことを考えてる自分がいるんだよね。だからちょっともう切なくなってる感じがね、毎週ある気がすんだよな。病気なのかな？まあ、かといってじゃあ土曜日って言っても、土曜日も俺はもう日曜日の夕方のことを考えてる感じがする。で、月曜日は、ま、日曜日はもう日曜日じゃん？なんかもう、日曜日はもう切ないじゃん。日曜日俺なんか切なくないって思ったことはないから。で、月曜日はさ、仕事のなんか、ま、月曜日週明け、なんかもうみんな動いてる感じ。で、ま、あんまり、で、水曜日もなんか、木曜日も、なんか木曜日の木っていう感じがあんまり好きじゃないっていうか、そう。で、そうそうそう、それでなんかその、火曜日って言った時にさ、言われたのがさ、なんかその人と違うことを言おうとして、ちょっと人と違うことを言ってくるって思ってそうみたいなさ、こと言われてさ、めんどくせえなと思って。でも、なんかね、それでじゃあ金曜日だよ、金曜日に決まってんじゃんっていうのもね、でも金曜日じゃないんだもん、自分の中で。みんなは何曜日がフェイバリッみんなの好きな曜日はいつですかね？一回真剣に考えてみてもらってもいいですか？うん、と思いますけど、ま、いいんですよ、その話は。その話はいいんです。今日ちょっと話したいなと思ったことがあって、ちょっと前にさ、ま、ちょっと前っていうか、このポッドキャストを始めて、ね、まあ、自分のインスタグラムとか、ナイストゥーミーツのポッドキャスト、ごめん、インスタグラムで始めたよみたいな、ポッドキャスト聞いてねみたいな、ね、ポストをしたんだけど、で、その時にさ、いろんなこう、まあ、リプライっていうか、おお、やるんだとか、あ、聞くねとか、まあ、いろいろもらったんだけど、その中で、一人の人がね、その人は、俺がニューヨークにいた時に、こう
デートしてた人の友達なのね。そう。だからそのデートをしてた人の時に、まあ、遊んだ時にその人も遊んでたみたいな感じの関係性ね。そう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 。でも長かったのよ。長かったし、別にそのデートした人がいたからっていうか、なんていうのかな、それ以外でなんて言うんだろう、こう、本屋さんで俺働いてたから、前。なんかその本の関係でね、なんだろうな、こういろいろこう、あの、なんて言うんだろう、なんかその流れで、ちょっとこうアートの展示会に行ったりとか一緒に行ったりとかね。まあまあそういうつながり。まあだから友達っちゃ友達なんだけど、まあでもそのデート終わってから、その人と別れてからさ、デート終了して、まあ連絡はもちろん取らなくなったのね。そのデートの人の友達ともね、まあ自然と。やっぱり、なんだろう、なんだろうな、その人と関係を持ってたのって、やっぱその俺がデートして、その人の友達と俺がデートしてたからね。だからそこが終わったら、まあ、連絡も取らなくなるっていう。まあまあ別に普通かなとは思うんだけど、でもそれでも、なんだろうな、こう、楽しい時間とかは過ごしたしね。うん、別に、なんだろう、嫌いにはならないわけよ。そうそうそう。で、それもだいぶ前、なんだろうな、それからもうだいぶ経ってるから、で、それで俺がね、ポッドキャスト始めるっていうポストをした時に、リアクションしてくれたんだよね。で、こう、絵文字で、こう、なんだろうな、こう、目が開いてるやつ、こう、縦に。で、みたいな、こう、わかんないか。まあ、とりあえず、リアクションをしてきたのよ。で、俺はね、なんだろう、自由に、なんていうのかな、こう、もう素直に、嬉しかったのよ。なんだろうな、やっぱね、いろいろあって、その人といろいろないけど、まあね、会って、関係すなんだろう、もう連絡とか取らなくなっちゃったけど、こうやって連絡を、まあ、レスポンスをしてくれたから、まあ、嬉しいなと思って。うん。で、俺が、Thank you みたいなことを送ったのね。で、Thank you って送って、で、なんだろう、Hope you guys doing well. なんか Hope you doing well とか言ったのね。で、そしたら何も連絡がもう来なくなったんだよね。うん、特にそこから何も続かなくて。で、なんかそういう感じの人っているっていうか、それでもう一人俺思い出した人がいて、それも、その、なんだろうな、そのデートした人の友達の友達、そのデートした人の友達なんだけど、なんかその人も、それは最近とかじゃちょっと前になるんだけど、その人もこう連絡を取らなくなって、でもある時に突然こうメッセージが来たのね。メールが来て、Hey, what's up? つって、なんか、みつ元気って、なんか、最近ね、考えてたよ、みつのことを、みたいな。どうしてるかなって思って、みたいな。どうなの調子は最近みたいな感じでメールが来たので、で、その時も、やっぱ嬉しかったのよ。もう素直にね。なんだろうな、やっぱ、素直に嬉しい。なんか俺はやっぱ友達、ま、そういう感じで、なんだろう、知り合ったとはいえ、遊んだりもしたから、まあ嬉しいじゃん、素直にね。俺は嬉しかったのよ。だから俺がね、もうなんか、ね、「あ、元気だよ、ありがとう、わざわざなんかメッセージくれて」みたいな。で、「いや、元気してるよ」って。で、まあね、近況を報告して、で、「そっちはどうなの？元気なの？」って、まあ聞くじゃん。で、そしたらね、「元気だよ」ってまあ返ってきて、で、その時俺、まだ本屋さんで働いてたんだけど、で、あと俺、その本屋で働きながら自分の雑誌のね、お店をやってたんだけど、あの、その人だから元気だよって言って、その後に、実はさ、3つのポスト見てさ、このマガジンの人と知り合いだよねみたいな。でさ、
この、俺、ライター今さ、いろいろライティングしてるんだけど、みたいな。ね。あの、何かこう繋げてくれないかなみたいなメールだったのよね、結局。そうそう。で、めちゃくちゃへこんでさ、それ俺。結構か多かったんだよね。そういう感じの付き合いっていうか、そういう感じの連絡が。なんか今思い出してもちょっと、ってなっちゃう感じ。わかるんだよね。わかるんだけど、なんかやっぱそういう人っているっていうか、わかるんだけどね。なんか、その、そういう関係性の友達だけじゃなくて、ほんといろんな人、なんか久々に来たなと思ったら、結局全然なんか他に目的があるみたいな感じ。そういう人っているとは思うんだけど、別になんていうのかな、これがそれを思い出すとね、そういう人のことを思い出すと、みんなニューヨークなんだよね。あの、今ここでなんだろう、俺今 LA に住んでるから、なんか LA バーサスニューヨークみたいな話はしたくはないんだけど、しかも、先に言っとくけど、俺もニューヨークずっと住んでて、ニューヨークも大好きなのね。でも、なんだろうな、やっぱりそういう人が多いイメージがあんだよね。なんかその絵文字でリアクションして、こっちが返信すると何も別に特に返ってこない。なんか絵文字を送ることがクールみたいな。とか、やっぱり関係性を作ってるのはあくまでも何か人脈とかね、そういうの。で、それもめっちゃわかる。俺も20歳なんだ、ごめんなさい。めちゃくちゃ嘘ついたわ。30の時とかに行った時に、夢があってさ、そのためにいろんな人と繋がったりしたからさ、それも全然わかる。だから否定はしてないんだけど、なんかやっぱり、このポッドキャストのこのお知らせをして、その絵文字だけのリアクションをもらって、返事が来なかったっていうことがあった時に、やっぱ思い出して、過去いろいろなことをね。で、やっぱなんかそういうのがやっぱ僕嫌いってか、ちょっとやっぱりそういう人にはなんかやっぱなれなくて、ニューヨークをそれがちょっと一つのそのニューヨークを離れた理由なんだよね。なんか何回も言うけど、その人たちを別に否定してるわけじゃないんだけど、なんだろうな、それで成り立っちゃうからね、成り立っちゃうし、それが平気な人もいるわけだから、ちょっと俺はそこには属せないなって思ったんだよね。やっぱりあと、さっきもちょろっと言ったけど、自分で雑誌の仕事をしてた時とかも、なんかやっぱり、俺が基本的に、このマガジンいいなとか、その自分でね、なんだろう、雑誌をセレクションして、自分で販売をしてたんだけど、やっぱり自分がいいなっていうものは、やっぱその作ってる人がどんな人かを結構見てたから、で、やっぱり雑誌が良かったとしても、人があんまり、っていう人はあんまり、もちろん扱うんだけどね、売れるマガジンがあるからね、それでも。そういう世界じゃんだって。でもやっぱり、なんかそういう人と仕事をしててもやっぱり楽しくはなかったからね。で、そういうのが疲れちゃったから、やっぱ自分のそのお店も辞めちゃったし、なんか、なんていうのかね、やっぱそういう人っているんだなって思ったんだよね。うーん、そう。で、本当に、ひあの、もう一回言うけど、別にニューヨークを住んでるみんながみんなそうですって言ってる話じゃないんだけど、今でもニューヨークに住んでる友達いるし、全然そういう感じじゃないからね。全然違うんだけど、でもやっぱりうーん、なんだろうな、なんかそういうのが当たり前って思ってるやつ、うざいんだよね。やばい、どんどんイライラしてきた、やばいわ。嫌いだなってやっぱちょっと思った。でもやっぱそれを思っちゃうとやっぱり先に進めないっていうか、自分がやりたいこととかね、欲しいものとかにたどり着けないから、こそれを我慢してでも、嘘をついてでもなんだろうな、それが大丈夫って思ってた自分がいたんだよね。
でもやっぱりこう、改めてこういうことを考えたら、あ、やっぱりちょっと必要ないなっていう実感が湧きましたね。なんかありますかね？皆さんそういう経験。なんだろうね。なんか、うーん、基本的にやっぱ自分なんだろうね、もちろんそういうのが大丈夫な人は全然いるんだろうけどね。俺はやっぱりなんかその、なんていうのかな、なんかメールの感じとかもこう一言で終わらせる感じとかの人とかいるじゃん。とかもあんまりこう、好きではないかな。なんかそれがかっこいいと思ってそうだからな。ま、それはちょっと偏見か。ま、わかんないんだけど、うーん。ま、そうね。やっぱさ、そんなに軽いもんじゃないっていうかさ、やっぱこう、ね、人と人との付き合いだからね、やっぱそういう絵文字とかでも来たらやっぱ俺はこう素直に喜んじゃってね。でも結局なんか、なんだろうな。でも、インスタとかでは繋がってるわけじゃん。繋がってるか、そういうリアクションしてくるわけじゃん。普段は連絡はしてこないけど、さっきの人もしかりね、普段は連絡してこないけど、なんかこう、この人を持つことによって、なんかあるんじゃないかっていう感じで、こう人と繋がってる感じ。うーん、って感じだな。ま、純粋にちょっと切ないよねって思うわ。俺はね。うん。うん、うん、とは思うんだけどね。はい。ま、そんな感じですね。特に別になんか、これでなんか答えを出そうとかね、この問題この悩みに対して問題を出そうとは、違う違うわ。悩みに対して答えを出そうとかいう話ではないんだけどね。うん。ま、今日めちゃくちゃ天気いいから、なんかこの天気の良さがまた、ちょっと切なさを増してるわ、今。ま、いいんですよ。はい。ま、いいや、そんな感じです。そんな人いますかね？周りに。うん、いいよ。なんか、自分が無理してまでこう、付き合う必要はないと思う。わかるんだけどね。わかるんだけど、そういう人は別に自分には必要ないんだと思うな。うん。はい。ま、そんな感じですね、今日は。ありがとうございます、聞いてくれて。はい。それじゃあ、また次回ですね。はい。それじゃあ、バイバイ。